ベとラルファマドール星人の話だな。過去現在未来は同時に存在するブロック宇宙の話ね。以前実在の物理学シリーズで過去も未来も同時に存在してて、私たちが感じる時間の流れはエントロピーが見せてる統計的な錯覚かもしれないという話で終わったね。今日はその続き、もう一段深いところまで潜るわよ。まだ潜れるところあるのかよ。もうそこかと思ってたぜ。そう、まだあるんだよ。宇宙のエントロピーは増え続けるって言ったよね。ああ、エントロピーが時間の矢の一方向性を作り出すって話だ。俺の部屋は俺がいなくても電気のブレーカーを落としても勝手に散らかっていくから、この宇宙のどんな場所でも時間が止まるとか逆行するってことはありえないんだよな。そうだね。ボルツマンが言ったことを合わせると時間の矢はより統計的に確率の高い状態になった結果ってことね。じゃあ聞くけど宇宙はなんでエントロピーが低い状態から始まったの？そりゃ散らかる一方ならエントロピーが増大する余地が必要なんだから、最初はめちゃくちゃ整頓されてたはずだっていう逆算的な必然だろ。物理法則は逆再生しても成立するってやつだ。つまりビッグバンの瞬間こそが宇宙一低いエントロピーなんだぜ。まあそう考えるよね普通。時間の矢を作っている熱力学第二法則は唯一時間の一方向性を持った統計法則で、これは不可逆。割れたコップは元には戻らない。対して物理法則には時間反転対象といって逆演算が成立する法則があって、過去と未来を区別する式なんて存在しないんだよね。なので逆算的な必然はその通り。だろ俺もちゃんと勉強してんだぜ。でも分子の運動、つまりミクロの計算式の上ではエントロピーが勝手に片付くことも勝手に散らかることも等しく許されている。つまり最初から散らかりまくってるのだってあり、というかむしろ確率的には散らかっていたはずなんだよね。はあ、どういうことなんだぜ。ビッグバン以前の宇宙に物理はないんだから、始まりの瞬間こそが宇宙一低エントロピーなのは当たり前だろ。さあどうだろうか。時系列で見るとインフレーション直後、光子の出現以前の QGP、つまりはとてつもなく熱いぐちゃぐちゃなスープは一見熱が並行しきった最大エントロピー状態に見える。だとしたら宇宙はそのまま熱的死に至って原子も何も始まってないことになるし、それが圧倒的な統計的必然だったはず。ああ、むしろそうなってた確率の方がはるかに高いってわけか。そうなんだよ。でもそのグツグツに詰まってエントロピーが増えようのない QGP から星や銀河の宇宙へ発展できた。じゃあ何？ QGP 宇宙は全然最大エントロピーじゃなくて、なんなら最小エントロピーだったってこと？わけわかんねえぞ。いろいろとおかしいじゃないか。私たちはずっと物質のエントロピーだけを見て宇宙の容量を測ってた。でも宇宙のエントロピーは物質だけじゃなかった。隠れたジョーカーがいたんだよ。それに気づいたのが物理学者ロジャー・ペンローズ。ペンローズは宇宙が生まれた直後に重力エントロピーがマックスだったとしたら、今頃は加速膨張で星も銀河もないブラックホールだらけの宇宙がただ広がっていくだけの暗闇なはず。QGP が星や銀河のある宇宙に発展できたのは、その重力エントロピーが余白を持っているからだと指摘したの。QGP っていう物質だけを見ると宇宙は生まれた次の瞬間には熱的死してるはずが、重力エントロピーがまだほとんど増えてなかったから結果的に低エントロピー状態になれたということ。そうなんだよ。物質のエントロピーはスープ状態で最大に見えるのに、重力のエントロピーがなぜか最小だったおかげで宇宙全体のトータルエントロピーは奇跡的に低かった。ほう、つまり高温高密度が必ずしも高エントロピーとイコールじゃないってことだな。隠れている重力エントロピーを足し合わせないと実のところはわからないと。そうそう、重力は均一状態を保てずに塊を作ろうとする。放っておけばガスンが星やブラックホールになるでしょう。でも QGP 宇宙はブラックホールもほぼ存在していないはずの超低重力エントロピー状態で、合わせて計算すると統計的に言えば天文学的というか、もはや計算不能な確率でしか起きない超絶低エントロピーな初期設定だったということになってる。ペンローズの見積もりによると10の10乗の123乗分の1という、もう宇宙全部の原子を数えても全然足りない、そういうレベルの確率で
きっちり整理整頓された状態だったということなの。これを過去仮説パストハイポセシスっていうのだけれど、なんでビッグバンの瞬間の宇宙はそんなに都合よく片付いた状態だったのかしら。そんなもん途方もない回数のビッグバンが起こった結果だという説はないのか。外れ宇宙は即消滅するんだから認識しようがないけど、俺たちが当たりを引いたんだよっていい。あるよ。マルチバース、多宇宙説って物理学で大真面目に議論されてる。何枚も外れ券が落ちている中に、たった1枚だけ過去仮説という当たり券を引いた宇宙があって、私たちはたまたまその中にいる。半ばやけくそだけど論理的には完璧な説明だね。だろ、なら解決じゃん。はい、解散。ところがね、宇宙は巨大な偶然の揺らぎの結果であると考えると、宇宙全体を再現するほどの巨大な揺らぎよりも偶然一つの脳だけが生まれる方が圧倒的に確率が高い、いわゆるボルツマン脳という概念に行き着くんだよ。何それ、腐れ脳とか脳筋とかの類。そうじゃなくて、私たちが観測している宇宙そのものよりも自分だけが存在している状態の方が起こりやすいってこと。エントロピーの統計学で考えるとね、138億年も続いて数千億の銀河がある巨大な宇宙を引き当てる確率よりも、今この瞬間熱平衡状態の揺らぎで真空のノイズから記憶を持ったあなたの脳だけがココッと生まれる小規模なラッキーの方が圧倒的に、それこそ天文学的に確率が高いのよ。もし宇宙がランダムな数チャータルでできているなら、私たちは進化を経た広大な宇宙に住む人類じゃなくて、ビッグバンも何もすっ飛ばした暗闇の中に一瞬だけ現れた孤独な脳、ボルツマン脳である可能性の方が圧倒的に高い。あなたが見ているこの景色も私の声も、もちろんあなた自身も全部今さっきノイズが作り出した幻。これがボルツマン脳のパラドックス、物理学最大の未解決問題の一つなの。なんかもうキュービズムをさらにこじらせたような話だな。そうだね。現実の信頼性を思いっきし損ねてしまうね。過去仮説をちゃんと説明する物理的なメカニズムが見つからない限り、私たちの観測そのものがただのバグである可能性の方が圧倒的に高くなっちゃうんだよね。またスピリチュアルの温床になっちゃうじゃんよ。たまたま宇宙論は却下だな。宇宙は生まれた瞬間に全てが混濁した熱いぐちゃぐちゃなスープ、ほぼ最大エントロピーだと思っていたのが、膨大な余白を持った重力エントロピーが入り混じった超低エントロピーからこの宇宙はスタートした。宇宙の始まりは今にもバッテリー容量を使い果たしそうな高エネルギー状態ではなくて、重力エントロピーの余白によって極限の蓄電状態が作られていたということ。時間の矢、秩序の崩壊、宇宙の加速膨張、記憶の蓄積などはこのありえない確率で整った初期条件があって初めて成立する。つまりそうでなくては時間の矢は生まれないということになってしまうんだね。要するに重力のエントロピーがまだ空っぽだったから、時間の矢が生まれて宇宙 OS はここまで演算を続けてこれた。重力のエントロピーがマックスになれば、ニュートン力学も相対性理論もシュレディンガー方程式もフリーズしちゃう。それが熱滴子ってことでいいのか。そうなんだよ。どんなに完璧な方程式があっても、高いところから低いところへ流れるエネルギーの落差、つまりエントロピーの増大がないと時間の矢が生まれず、宇宙は1秒も演算、レンダリングを実行できないの。エネルギーの落差。そう、ビッグバンの瞬間に物質を無理やり均一に広げて重力のバネを極限まで巻き上げるような初期条件、あるいは仕組みがある。そのバネが戻っていく勢いで星が生まれ、私たちがご飯を食べて記憶を積み上げてる。それがエントロピーの増大、つまり時間の矢。バネが伸びきってブラックホールさえ蒸発し、宇宙がスカスカの放射だけになっちゃったら、もう次のパケット、出来事は生まれない。それが熱滴子。ほうほう。だから物理学者はたまたま宇宙論に逃げずに、誰がそんなに強くバネを撒いたのか、なぜ初期エントロピーは低かったのかという過去仮説に執念深く食らいついてるのか。その通り、物理学者がこの過去仮説に挑むのは、私たちが今見ているこの世界が統計的なノイズが作り出したボルツマン脳の幻ではなく、正当な理由をもって部とされた本物の現実だと証明するためなんだよね。でも証明できてないんだから、結局はボルツマン脳である可能性の方が圧倒的に高いってことじゃん。
そうなると今まで散々ぶった切ってきた意識の場やらシミュレーション仮説だって正当性が出てくるんじゃね。あらら、とんでもないバグを見つけちゃったね。その通りなんだよ。もし宇宙がただのランダムな揺らぎなら、誰かが OS をインストールしたと考える方が統計学的にはかなりマシな説明になっちゃう。幻を見ているのなら、これまで積み上げてきた ADS-CFT も量子力学も相対性理論も全て幻の中だけで通用するデタラメなルフル、つまり科学という営み自体が自己崩壊するんだよね。どうすんのこれ。もし私が本当にボルツマン脳なら、このボルツマン脳かもしれないっていう推論自体を信用できないの。記憶もさっき積み上げた理屈も全部ノイズが偶然作った幻かもしれないんだから。あ、確かに俺はボルツマン脳だって結論を信用できない頭で導いてどうすんだって話か。そう、だから物理学者はこの矛盾を逆手に取ってるの。ボルツマン脳だらけになる理論が出てきたら、その理論自体を間違っているとして切り捨てる。間違いを証明したんじゃなくて、その結論を受け入れたら、そもそも考えること自体が崩壊するから採用しないの。つまり幻かどうかを確かめる術がないからこそ幻じゃないって前提で OS を動かし続けるしかないってことなの。ある意味これが科学の一番深いところにあるたった一つの信頼できる前提なんだよね。そういうことか。ボルツマン脳で終わってしまうのは何も物理学の領域だけじゃないしな。なんか明日を生きるのが宇宙 OS のデバッグ作業みたいに思えてきたぜ。じゃあよ、そもそも時間ってやつ自体、宇宙 OS の中でどういう扱いになってんだよ。いい質問来たね。物理学者アラン・コンヌとカルロ・ロベッリが提唱した熱時間仮説という考え方があるの。ホットタイムか。なんかスケベな仮説だな。にやけちゃうんだぜ。残念ながらそっちのホットじゃないわよ。サーマルタイム熱時間仮説っていうのはね、この宇宙の根本的なプログラム、物理法則の中には実は時間なんて変数は最初から存在しないっていうとんでもない説なの。ホットってとんでもないとかそういうこと？じゃなくて熱力学の熱、ホットじゃなくてサーマルだって言ってるじゃない。熱力学第二法則が時間の矢を作るんだろ。知ってるってばよ。まあ話は最後まで聞きなさいよ。時間というのは宇宙に最初から刻まれた基本設定、デフォルト設定じゃなくて、その径が今どんな統計的な状態にあるかから二次的に浮かび上がってくるものなの。猫の径と観測者の径で時間は一致しないとかそういうこと？猫とか観測者とかの相対的な区別じゃなくて、もっと根本的な話。径っていうのはどれくらいの解像度で世界を観測しているかという情報量の範囲のことよ。私たちの解像度が低すぎてミクロの動きを無視しているから時間が生まれるの。無視するも何もマクロ世界でミクロ物質も量子力学も見えないだろ。電子はこの辺りをぐるぐる回ってるからぶつからないように気をつけようって考えながら生きてるやついるのかよ。もちろんいないわよ。100年間の量子力学の発達でようやく私たちの目に見えない物理法則に気がつけたというだけのことで、あなたが言う通りマクロ世界に生きる私たちがミクロを直接感じ取ることはできない。これまでやってきた通り、宇宙には状態 A と状態 B というデータの並び替え相関であるだけで、そこに過去も未来もましてや時間の流れなんて変数 t はどこにも現れないの。例えばSF 小説スローターハウス5に登場するトラルファマドール星人の視点では、宇宙の歴史は一連のストーリーではなく莫大な情報量を持つ一枚の絵、つまりブロック宇宙になる。一枚の絵には時間の流れという概念がないけど、歴史という一コマずつを情報というエントロピーを追って見るしかできない私たちの視点では、宇宙の進化に飲まれて流されている時間が明らかに存在してる。ミクロとマクロという解像度の差異があって初めて時間差、つまりレイテンシが生まれるということなの。私たちは静止したデータから時間のドラマを無理やり抽出しているんだよ。ラプラスの悪魔ってトラルファマドール星人だったのかな。ラプラスの悪魔は宇宙の全粒子の位置と運動量を知る神で、未来を 100% 予測できるというニュートン力学を神格化した存在。対してボネガットが描いた星人たちはまさにレイテンシゼロの観測者だったわけ。彼らにとって死も誕生もただそこにある風景の一部。私たちが次はどうなるんだって不安になるのは、回線が細くてパケットを少しずつしか受け取れない低解像度なロースペックハイレイテンシな人間だからなんだよ。私たち
ちはスマホの中で激しく飛び交う電子の動きを熱としてしか感じることができないけれど、そこに存在する正確な電子のパケットのやり取りをトラルファマドール星人は完璧に把握してる。へえ、じゃあ何かい、マザーボードの上を電子がパケットを交換しながら飛び回ってるのが俺たちの見てる物理現象の正体なのか。その通り、標準模型 QFT ではそれをゲージ粒子の交換として記述するけれど、情報理論的に見ればそれはまさにデバイス同士のパケット通信。一見物質がぶつかり合っているように見えても、その裏側では情報の整合性を取るための通信演算が猛烈なスピードで繰り返されているのよ。ああ、その超絶複雑なパケットのやり取りを全部完璧にキャプチャできればトラルファマドール星人だけど、俺たちは追い切れないミクロの情報を丸ごと切り捨てて無知として扱ってるってことになるのか。そう、熱は温度差があると高温側から低温側へ流れる。その結果として情報の偏りが平均化され、エントロピーが増えていく。この温度差という情報のムラが統計的に平均化されて混ざり合っていくプロセスそのものをエントロピーの増大と呼んでいて、私たちはその統計状態が変化していく順序を時間として読んでいるの。時計ってのは宇宙のエントロピーが増えていく進捗を可視化してるプログレスバーみたいなもんか。で、プロセッシングコンプリートと同時に宇宙ごとフリーズすると、まあそういうことだね。プログレスバーというよりむしろカウントダウンタイマーだね。宇宙全体にはたった一つの絶対時間なんて刻まれていない。ミクロの動きを熱としてしか観測できない私たちと宇宙との解像度のギャップを遅れて埋めるための調整面、それが時間だというのがこの仮説なの。なるほどな。でもさ、それだと人間が同じ解像度で見てるなら時間は一本道ってだけで、相対性理論の観測者ごとに違う時間のズレは説明できてなくねえか。そこがこの仮説の一番えぐいところなんだよ。どの情報を無視したかによって生成される時計そのものが変わっちゃうの。めんどくせえな。そこはどの情報を読むかでいいだろ。それは情報を選別できるレベルの解像度を持つトラルファマドール星人のセリフであって、私たちの解像度ではどうしたって熱というぼやけた状態の観測しかできないんだよね。結果的にミクロの動きを無視、平均化したことにしかならないんだよ。これも俺のスペック不足に帰結するってことか。そうそう、あなたの努力不足。なんだよその言い方、否定。マザーボードの右側のチップの情報を無視して統計的に処理した時に生まれる時間、時計 E と左側のチップを無視した時に生まれる時間、時計 B は数学的に別物になっちゃうの。はあ、見る場所を変えただけで時間の進み方まで変わるのかよ。そう、カルロ・ロベッピはこのようなことを言ってる。この宇宙に共通の時間は存在しない。それぞれの形がそれぞれの無知、エントロピーに従って自分専用の時間を勝手にレンダリングしているだけだ。私とあなたで見落としてる情報のパターンが違えば、私たちの時間は物理的に同期してないってこと。私たちが同じ時間を共有しているように見えるのは、単に同じようなマクロなスケールで同じような情報の捨て方をしているからに過ぎないの。時間が流れる方向も速さも全ては観測者がどのデータをゴミ箱に捨てたかで決まる。これが熱時間仮説が導き出したマザーボードの真実だよ。天文学的確率の過去仮説の宇宙で時間の矢が進む膨大な器を用意されたと思ったら、そもそも時計自体が無知の度合いが生み出したそのズレ幅だったなんて。じゃあ全ての情報を可能な限り曖昧にしてエントロピーでくくっておけば俺の時間は増えるんだぜ。無知でいることこそが長生きの秘訣だな。残念だけどもっとバカになっても寿命は伸びないよ。むしろ無知、つまりエントロピーを加速させた先にあるのは熱的死。知ってても知らなくても体は衰え、結局は宇宙も人間も終わりに向かっているのは変わらない。というか無知なまま長生きしたって楽しくないでしょ。まあそうだな。好奇心を失ったら世の中辛いことしかないかもしれん。時間はあくまで私たちが宇宙という巨大なシステムの一部として機能するためにどうしても発生してしまう排熱、ラグなの。そのラグがあるからこそ私たちは昨日を懐かしみ悔やみ、明日を夢見て想像することができる。全てを知っているトラルファマドール星人はそんなワクワクするレンダリングは一生楽しめないんだろうね。でもさ、これを認めてしまうと一周回って俺たちやっぱり因果律にガチガチに固められた宇宙にいるってことになるんだぜ。じゃあ次回、この無知の影の向こう側に隠された本当の実在の定義をリビルドしに行きましょうか。そうだな。俺の自由意志 0.5 秒の拒否権で
次の回線もつないでやるぜ。じゃあまたな。